今日も元気に遊ぼう、イデボーです。今日も無理やり遊ぼうよ。コレクター事業部の岡崎です。テさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。また来ちゃったけどね。また来ちゃいましたけど、今日は何も持ってないですね。何ですか今日は。今日はね、こんな感じよ。あら、マジンガー Z。そう。お、これ超合金ですね。超合金魂ね。超合金魂はまたかっこいいの持ってきてますね。マジンガー Z のこう強化型というね、アイテムなんだけど、はい。何が強化なのっていうのが、はい。多分あるよね。そうですね。そう。ぱっと見僕は分かんないかもしれない。そう。はい、マジンガー Z、これはその強化型の革命進化という、ニューアイテムなんだけど、はい、これは元がね、元というか、はい、これはもうすでに、発売になっている、はい、マジンガー Z 革新っていうね、革命進化という、アイテムがありました。はい、これの強化バージョン。強化バージョン。いう感じなので、同じマジンガー Z で、はい、どこがどう違うのみたいな。確かにパッケージはちょっともう大きいですけどね。そう思ってると思うので、はい、ちょっとこの違いをね、まあちょっと分かりやすく説明していこうかなと。おー、楽しみです。どこが強化されたのか気になりますね。はい、それでは早速マジンゴーバンダイマニア。じゃあ、はい、ちょっと分かりやすいように、まあ、パッケージ開けてね、はい、中身を比べていこう。お願いします。ということで、これが今もうねすでに発売している強化ではない革新の、はいはい、こんな感じなんですよ。ね、やっぱかっこいいですね、重厚感って。そうなんかまあシンプルにマジンガー Z の、まあ、基本的な装備が、ついてるセットでした。はい、ここに対してこの強化型はこんな感じね。ぐっとその装備が増えてますね、はい、明らかに、はい、パッケージもね、まあ、当然その増えた分、まあ、幅広になっていて、はい、豪華なセットになってますっていうのがこの強化型の方なんだけど、はい、本体のマジンガー Z も、はい、実はちゃんと強化型で変わってるんです。これ変わってるんですか？そうこれ難しいと思うので、難しい、はい、実際に並べて本当に比べてみながら、はい、説明していきましょう。はい、お願いします。はい、じゃあちょっとね2体並べてみたよ。はい、でこっちが革新ね、ノーマルですね。こっちは強化型、はい、でこうして並べてみると顔のデザインが違うの分かるかな。強化型の方が、まあ、ある意味小顔になってる。小顔になってますね。頭全体のサイズがちょっとだけ小さくなってる。でこれ実は、はい、マジンガー Z って、はい、もう2年にわたるまあね長寿番組が長いですよね。人気番組の前半と、まあ強化型になっていったその後半で、はい、マジンガー Z のそのデザインが書き直されてるのね。変わったんですね。そう番組がどんどんこう進んでいくと、はい、なんかよりこうスタイリッシュになっていったりするような、なんか変わりますよね。なんかそうそれで初期型のちょっといわゆる武骨な感じから、はい、スタイリッシュな雰囲気にちょっと洗練されていくんですよね。変わっていくのよ。でそれどちらも魅力があるので、まあ今回マジンガー Z のね50周年企画アイテムとしてスタートしたこの革新シリーズのまあその両方のいいところをちゃんとね別々に商品化しようということで、さらに、全身を見ると、はい、腕がねそのちょっと短くなってるんですよ。確かに短くなってる。いわゆる初期型の方は、はい、力強いスタイル、武骨なスタイルってことでぐっとこう腕も力強くなくて、はい、まあ頭も若干こうついてるね、はい、みたいなスタイルだったんだけど、それがちょっとまあ、腕のサイズがキュッと戻って、でその、まあ、頭がちょっと小さくなってである意味ちょっとだけ頭身が上がってるというかね、みたいなスタイルになってる。その違いをちゃんと、まあ、アイテム本体の方でも再現してて、もちろんその頭に合体する、まあ、兜浩司君っていうね主人公が乗るパイルダーもホバーパイルダーからジェットパイルダーっていう、ね、ジェットパイルダー変わってるわけ。マジンガー Z ってその当時何が魅力だったかというと、はい、マジンガー Z とまあ、ドクターヘルっていうね悪者がこう繰り出してくる機械獣っていう敵がいるんだけど、はい、その機械獣が毎回やられまあ、当然ね敵役だからやられるんだけど、はい、で悪者なりにちゃんとマジンガー Z のいろんな弱点を攻めてくるっていうね戦略を学習してちゃんと戦ってくるんですね。そうでそれに対してマジンガー Z がピンチに陥るんだけど、そこを打開するための新しいその強化装備をつけてるとか、まあ、新兵器というかねを、まあ、装備するっていうことでどんどんマジンガー Z 自体がそのいわゆるバージョンアップしていくっていうのがこれは結構ね番組のね魅力でもあった。なるほど。でそれをちゃんとまあ生かそうということで今回は強化された新しい武器が、はい、いろんな風に装備されていくので
その辺も見ていこうかなとああ楽しみですね思ってま。す。革命進化革新シリーズってとにかく遊べる超合金のマジンガー Z っていうものが、開発の、コンセプトの一つでもあったので、はい腹部からミサイルパンチっていうね、この腹部装甲を交換するとおおこうやって交換できるんですね。そうミサイル発射機が出てくる。お腹から撃てるんですか。お腹から撃てる。でこれはマジンガー Z 本体についてる武装なんで、初期型というかね、スタンダードの革命進化革新の方にも装備されてるんだけど、改めて見せてあげようかなと。はいお願いします。これでこのミサイル弾を装填します。でこの後ろのねここのボタンを押すと、ミサイル発射バーン。おおすごい勢い。やばいすごい勢いですね。すごいとこやっぱなので、なくさないように楽しいなやっぱり。3発いってます。あ3発。そうこれまた装填撃ってみる。あ撃ってみたいでミす。サイル発射。いいですかこの後ろボタンですよね。後ろボ行きます。タンはいミサイル発射。おおはい楽しい。めちゃくちゃ楽しい。はい、そしておなじみのはい。ロケットパンチこれもいいっすね。でこれもそのロケットパンチは、両方とも撃てるんだけど、トリガーフックが、クリアパーツのなんていうかな炎をイメージしたイメージした、パーツになってるので実際にそのパンチを撃ってる感が増すというか、これあるだけで全然違うかもしれない。そうパンチも撃てるしちゃんと肘も曲がるよ。はい可動もすごいんですよね。そう以前のねマジンガー Z は、このロケットパンチ撃つためにそのロケットパンチ撃つ専用の手に差し替えたりとかしたんですよ。革命進化はこれを両方兼ね備えたマジンガー Z になってます。なるほどもうシームレスで射出もできるし動かせるしみたいなね。でこのロケットパンチが、番組の中盤でこのねアイアンカッターアイアンカッターカッターついてるっていうね、危険な武器に変わるんだよね。めちゃめちゃ危険そうですね。こうやってもちろん装填すると、アイアンカッターおお強すぎるでしょこんなの。そう機械銃を切り裂いていくいくんですね。その本当に容赦ないなマジンガー Z。まさに強化にふさわしいですね。でもう一つのね強化武器はこれこれパッと見あれただの腕じゃんみたいなそうですねこうに見えるよね。でこれやっぱここにこうつけられるようになってます。クキッとこう開く。出てきた。そうこれがまた凶悪な武器というかね、ドリルミサイルっていうのがドリルミサイルここからもう本当にミサイルがこのガガン出てきて、全部ドリルがついてるわけ、でその敵の機械銃に刺さってドリルでブーンって入っていって中で爆発するっていうねこれ最強じゃないかなと思って。ドリルミサイルですね。そう直接的にこれ効いてるなっていう分かりやすいんですよね。分かりやすい強化武器がついていくっていうのがマジンガー Z のいわゆる強化型たるゆえんで、その辺が面白いわけで、このドリルミサイルの腕ももちろん発射できますと。でそれぞれもちろんその両腕に装備できるので、アイアンカットもこうやってね2つつくんですね。しドリルミサイルの腕も2個セットでついてます。本当だ。あとジェットスクランダーっていうね、マジンガー Z は空を飛ぶための装備もありましたね。ジェットスクランダーっていうもの自体はね、この初期型のマジンガー Z の革新の方にもついてます。ちょっとその違いもお願いします。ジェットスクランダーっていうね、マジンガー Z が空を飛ぶための装備なんだけど、こうして前から見ると、同じようなものがついてるなと。赤い翼がついてますね。紅の翼というね、これが後ろ向くとデザインがね、これもまたデザインが途中で変わるんですよね。カラーリングが変わる。カラーリングも変わるし、このね尾翼のね形わかるかな、尾翼の形がねまた変わるんですよ。本当だ。全然違う。そうこの強化型のスクランダーの方が短くて高いみたいなね感じで変わっていくんだけど、でこれも実は番組後期になってジェットスクランダー自体にもう武器装備をつけようということでこれね新しいジェットスクランダーはね断面が青くなってスリットがありますね。スリットあるんです。3つしかも3つもある。で両翼で6個のスリットがあって、ここからサザンクロスナイフっていう十字手裏剣型のカッターを撃つっていう、すごいっすね。そう十字手裏剣みたいな武器をから射出するっていう技が加わって、
攻撃のバリエーションが広がっていくというね。はい、そうですね。そう飛びながら攻撃するんです。そう空中戦でも撃てるし、でとにかくアイアンカッターで切り裂き、ドリルミサイルで突き刺し、さらにスランクスナイフでも切り裂く。これ当然その敵の機械銃がどんどん強くなったり凶悪になっていったり、するのに対して、どんどんパワーを重ねていって、最終的にはちゃんとそのドクターヘルの軍団に勝利しますよと。いうのがこのマジンガー Z のざっくりとした流れなんで、魅力的ですね。なんでとにかくね、そのロボットもそのスーパーロボットがピンチになっては強くなり、さらにピンチになっては強くなりっていうね、でそういうのがとにかく当時テレビを見ていてすごいワク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 しますよね。なんか次どんな強化されるんだろうみたいな。でそのワクワクした感じをちゃんと表したくて、この強化型はさらにこういうある意味パーフェクトマジンガー Z みたいな、もう全てを持ってある。そうもうマジンガー Z が装備している武器が網羅されていますと。あとこの細かいんだけど、パイルダーね、ホバーパイルダー、初期型のパイルダーで、これジェットパイルダー。これがジェットパイルダー。これもね細かいけど違いを見ていきましょうかね。これはホバーパイルダー。これはその初期型の核心ついてる。でこのギミックが広がって、このいわゆるプロペラでブーンって垂直に着陸できる、ホバークラフトマシンだけど、これはこれでねまたね味があるというか、かっこいいです。かっこいいマシンだ。で中はちゃんとクリアパーツのコックピットの中に兜浩司君が細かい、すごいですね。けど乗ってる翼がこう固まって、マジネットの頭にパイルダーオンするんですけど、このジェットパイルダーっていうのはこれまたホバーからジェットに進化しますみたいな。デザインがまるっきり新しくなっていて、このね主翼がキュッとやって開いた。シャープな翼ですね。で、これがいわゆるジェット機になりましたと。ジェットエンジンがついている。これでギュンと多分というかホバーよりも早くなったと。早くなりそう。で翼が固まって、さらにこのジェットエンジンがこうやってね垂直に動くんですよ。細かい。すごい。ここもギミックがちゃんと再現されてるんですね。そうでこれ垂直に着陸できますよという感じになってて、でこれがマジンガー Z の頭にカツッとマグネットが入っていて、ここがカチッとね。気持ちいいですね。これはホバーも一緒なんだけど、ちなみにこのホバーパイルダーもここにつけられます。強化型にも乗せられます。頭がちっちゃくなってもちゃんと可能性がある。合体する部分は共用しているので、ちゃんとホバーもジェットもしっかりと扱っていきますと。これがねグレートマジンガーとのツーショット。これグレートマジンガーの本当にクライマックスにマジンガー Z が急遽参戦するわけ。助けに来るみたいな。で一緒に戦ってクライマックスのバトルを迎えるんだけど、この時のマジンガー Z は当然この強化型で登場するわけですよ。で全部の武器が装備された状態でグレートマジンガーと一緒に戦うっていうね。これがねもうダブルマジンガー2大スーパーロボットが並んで登場するっていうのが、当時の子供からするとズキュンってくるわけ。ズキュンですよね。このダブルマジンガーをこうやって並べる時はやっぱこの強化型で並べたよ。なるほど。その最後敵をやっつけてこうやってツーショットでなんか夜明けを迎えるみたいなね。そういうシーンがあるわけ。エモいシーンがあるわけ。マジンガー Z とグレートマジンガー、どちらもそのね革命進化革新シリーズで、こうやって揃えることができるようになりますので、ぜひねこのねダブルマジンガーの姿をね再現していただきたいなと。揃えていただきたいですね。じゃあせいさん、ここからはいつもの写真タイムです。写真タイムね。革新のね全身関節構造を使ってかっこいいポージングお願いします。ぜひぜひ。バンダイマニア。これがねアイアンカッターもドリルミサイルもジェットスクランダーも、全部つけてみてモリモリですね。モリモリで撮ってみた写真だね。いやめちゃめちゃかっこいいです。この強化型の、イメージを一番表してるんだけど、この革新のポイントとして、とにかくその股関節がよく動くんですよ。なのでこんな風にその膝立ちのポーズもできるぞと。膝立ちいいですね。これできるのかっこいいです。さあそれでアイアンカッターを打ってますみたいなね。両手につけてますね。この本当にねギロチンみたいなね
刃でとにかく大事を切り裂きたいみたいな。絶対切り裂けるでしょう。はい。これはほらドリルミサイル、両腕にね装備してる、バージョンですね。えげつない武器ですね。はい、もう本当にもうドリルがもうグリグリ機械銃の中に差し込まれて、はい、内部で爆発するという。爆発するという。ね、恐ろしいね。恐ろしいですね。機械銃になりたくないね。これはね、はい、実は両手をね開いた手に乾燥できるんですよ。はいはい。でこの手が上下にスイングすることで、はい、このガッとその敵に向かって構えてるようなね、力強いポージングを取ることもできますよと。なるほど。これも革新の全身関節構造ならではですね。そう。はい、これもジェットストランダーつけて飛んでるイメージ。はい。飛びながらもうドリルミサイルを撃とうとしてるじゃないですか。ドリルミサイルも撃つし、もうアイアンカッターも撃つし、なんならサザンクロスナイフも撃つぞというね。本当に強化型という感じのスーパーロボットだね。はい、スーパーロボットです。バンダイマニア。せいさん、今日もありがとうございました。はい。いや、強化型のマジンガー Z、もちろん見た目もかっこいいんですけど、いっぱい遊べるじゃないですか。そう。やっぱね、ついてこう発射したくなるんだよね。そうですよね。はい。昭和のおもちゃのね魅力みたいなものも加えた。はい。プレイバリューが高い超合金魂になってます。そうですよね。はい。では最後に視聴者の皆さんへ一言、せいさんからお願いします。はい、マジンガー Z のね50周年企画ということで、いろんなアイテムを発売してきましたけども、はい、この、強化型マジンガー Z で、締めくくりみたいな感じになりますので、ぜひねこのマジンガー Z、最強の姿、これをぜひ手に取っていただけるといいかなと思いますので、グレートマジンガーとのダブルマジンガーのもね、もう本当胸熱ですから。はい、胸熱ですね。はい、ぜひマジンガーファンの皆さん、よろしくお願いします。超合金魂 GX117 マジンガー Z 強化型革新はいよいよ今月発売です。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。